それでは皆さん、金谷調香有機力金谷でございます。本日はなんと釣り場ではなくて、僕の仕事の事務所で撮影をしております。皆さんもご存知の通り、4月9日にマルキューさんから新商品ほどきが発売されました。おめでとうございます。本当にマルキューさん毎年毎年新しい餌を出していて大好きなんじゃないの。本当これちゃんと釣れる餌なんっていうちょっと思っちゃうんですけど、もう今回はほどきということで、もう皆さんもね釣りフェスの動画であったり、またはいろいろなインストラクターさんが動画であったり情報を配信しておりますので、なんとなくは分かっているとは思うんですけれども、このほどきはですね、ケージ変化した餌に足し餌として足して、団子の芯を残しつつもしっかりとまた食わせる餌として効果を発揮してくれるという餌だそうでございます。それではちょっとほどきを手元に出してみましょう。きた。ほどきですね、こちら。まあ裏書きはねこんな風になってるんですけど、ちょっと一度読んでみましょうか。団子ばらけにブレンドするとケージ変化による餌の持ちすぎ現象の発生を和らげます。また粘りがつきすぎた餌にも追い足ししやすいため、餌の芯残り具合をコントロールできます。練っても重さが出にくいため、軽くて粘りのある餌の調整にもおすすめですということです。よってね、一応ほどきの基本的な使用方法こちらにあるんですが、お好みの団子餌が 700cc、 そしてほどきが 200cc お好みで加えていくということで、あるんですけれども、ちょっと今回はですね何点かテーマを持って動画を作っていこうと思います。まず1点目、このふるいにかけてほどきの粉のね、ほどきの粉の状態をちょっと見極めていこうと思います。そしてその後各種ブレンド、団子餌のブレンドだったりセット餌のブレンド、そしてちょっと面白いなと思ったのがマッシュ団子、マッシュ系の餌にほどきを混ぜたらどうなるんだろうなっていう、ちょっとその何個かのパターンのばらけ具合を見ていこうと思います。それではほどきレビューいってみましょう。それじゃあまずはじめにほどきの粉の感じ見ていきましょうか。こんな感じ。手触りはちょっとザラザラめだね。なんかザラザラめ、すごいザラザラしてる。こんな感じの粉になってます。よく見える？粉の状態こんな感じ。洗い麩だとこのぐらいの大きさなのかな。このぐらい。これをちょっとふるいにかけて細かいのと粗いのどういう感じなのかちょっと分けてみますか。はい、じゃあそれではね、ほどき 200cc カップでふるいにかけてみようと思います。粗い麩と細かい麩どういったね分量になってるのか。よいしょ。 200cc カップね、1杯だけ。200cc はちょっと多いかな。まあいっか、とりあえずやってみようか。 200cc カップ、よいしょ。じゃあちょっとふるいにかけます。粗いのが上に来て細かいのが下に来るってことですね。 200cc ちょっと多かったかな。100でやった方が詰まっちゃうから。大体分かれたかな。大体分かれたかも。よし。粗いのと細かいのでちょっと分かれたんで分解してみましょう。じゃあ粗い麩、おお。でこっち側が細かい麩、ちょっと分解してみましたね。じゃあちょっと近くで見てみますか皆さん。こちらが 200cc カップで分離させたほどきの、こっちが粗い麩。粗いのはこんな感じの粗さですね。
わかるかな、粗さ。こんな感じ。で、細かいのが、こっちかな。すんごいふわふわ。うおー。細かい麩がこんな感じ。ほら。ね。粗い麩と細かい麩で 200cc だとこれだけの量の違いがありますね。だいたい多分僕の目分量だと、粗い麩は 200cc でいうと4分の1ぐらい。で、細かい麩が粗い麩の4倍ぐらい入ってますね。そういう印象です。これ面白いね。こんな感じです。それじゃね、最初にほどき単品のばらけ具合、ちょっと見ていきますか。ほどきを、じゃあ 100cc で、ほどき 100cc 入れて、で、水は、多分そんないらないと思うんだよね。とりあえず 25cc 入れて、かき混ぜます。はい。ちょっと吸水させます。はい。じゃあまず、ほどき単品のね、ばらけ具合を見ていきましょう。いきます。こんな感じ。やっぱいいね。軽い餌だね。ほら、少し誘いというか上下に動かすとすぐに張り抜けしちゃう。こんな餌です。もうほんとマルキューさん、もう締めたり、ほどいたり、すごいですね。忙しい。もう一回いきますよ。ほどき単品。ね、やっぱ単品のね、ばらけ具合って一番まず基本となる重要だと思うからね。とにかく軽い。こんな感じです。この餌はね、単品で使うというよりは本当に最初から入れる場合もあるだろうし、あとは一番の使い勝手、ケージ変化の餌をっていう、いろいろとこうね、その状況に応じて使い分けできる餌だと思うので、ちょっと次はね、ほどきを最初から入れた状態の団子餌をちょっと作っていこうと思います。はい、次はね、革新カルネバ、それにほどき。このブレンドをしていきます。革新カルネバほどきね。もう最初からほどきを入れるパターンの団子餌です。革新400、カルネバ200、ほどき200、そこに水を250入れた餌をちょっと作っていきます。はい、それでは、革新カルネバほどき、もうほどきを最初から入れた餌のばらけ具合見ていきますか。すごいね。革新カルネバだから結構、粘りの強い餌だね。そしたら見ていきます。はい。いきます。どんな感じだろうね。ちょっと今真横から見てないからわかんないけど、やっぱり、こんな感じとしか言いようがないよね。これ。正直言ってな。ちょっともう一回見ていきますか。何が、これ、例えば、これにさ、スゴフを入れたとか、ほどきの部分をね、スゴフにしたとか、朝棚一本にしたって言っても、正直この最初からほどきを入れた状態だと、あれですよ。もちろん実調してないから分かんないけど、俺からしたら、正直、って感じ。待って、
まあ、ばらけやすくなるのかな。革新からネバの粘りのある、まとまりの強い餌でも、ちゃんとぼわっと、ほどいてくれる、名前の通り、ばらけてくれるっていう印象なのかな。増粘剤がね、すごい入ってるからね。じゃあ次に、カルネバ、革新、朝ダナ1本で、まず団子餌を作ります。そして、ばらけ具合を見て、3、40分ないし1時間弱ぐらい放置して、形状変化した餌にほどきをパラパラかけてみて、どうか。これが一番ね、ほどきの使い方として押されてるやり方なんで、ちょっと試していこうと思います。じゃあまずはね、餌を作っていくんですけど、革新400、カルネバ、いくつにしようかな。200、朝ダナ1本100。それで作っていきたいと思います。それではね、まず、革新、カルネバ、朝ダナ1本だけをね、混ぜてまだ作りたてです。吸水して5分ぐらいかな。その餌です。まだね、作りたてだから、ちょっとあれなんですけど。はい、じゃあばらけ具合見ていきましょう。よいしょ。さっき、ほどきを入れたバージョン、革新カルネバにほどきを入れて、最初からほどきを入れて作った餌よりも、やっぱりばらけ具合はゆっくりですよね。もっとね、ほどきが入ってた時はやっぱりボワボワしてた。すごい今は芯残りしてるね。だからそう考えると、ほどきが入ってた方がやっぱり周りからばらけてくれる、しっかりと。そんで革新カルネバのその粘りのある餌がしっかりと芯残りをしてっていうのは確かに合ってるのかな。もう一回いきます。ほら、やっぱちょっと違いますよね、ほどきが入ってる時のばらけ具合と。こんな感じですね。で、ここで30分から1時間放置して、この餌をね、放置して、形状変化してきてからのね、ほどき投入。それをちょっと今度取りたいと思います。じゃあちょっと少々形状変化するまで放置。それでは、革新カルネバ朝ダナ1本を形状変化させました。もうだいたいこれ放置して1時間弱かな。なのでまずほどきを入れる前の形状変化した粘りがつきすぎた状態の餌、形状変化して、ちょっとまずばらけ具合を見ていきます。で、ほどきをプラスしてどう変わるか。でもね、もっと形状変化させた方がいいのかな。でも1時間経てばちょっとは違うでしょう。はい。今日外じゃないしね。外だと風とかさ、日の影響とかでもっともっと形状変化早いだろうけど、あんま変わんねえかな。1時間じゃ変わんねえかな。しかも今日雨なんですよね。湿気もあるし。でも明らかさっきとはちょっとは違うか。さすがに。ね。でもやっぱり時間が経つと張り持ちはいいですね。ほら、しゃくっても落ちない。そりゃそうだ。とりあえず1時間放置した餌にほどきを足していくんですけど、このほどきね。粘りが強くなってきたら、手水を加えてほどきを、適量パラパラ。本当に浮きの馴染み具合を見ながら加減して調整してくださいということなんで、ちょっと今日はね、浮きがないんでわかんないんですが、少し手水を餌に打って、
少し手水をこう打って、少しこうか回して、でここにほどきを入れていくんですけど、どのぐらい入れようね。少しこうパラパラ入れてみますか。いきます。ほんとちょっとね。よいしょ。はい。で少し混ぜます。手水を打って、手水を手に打って少しか回します。はい。あんまり混ぜすぎてもまた粘ってきちゃうから、こんなもんにしといて、どう変わるかちょっと見ていきますか。変わんのかな。ほどきを加えたバージョンね。やっぱりこうすごいね、周りからこうばらけてくね。ボワボワっと、なんかボワボワっていう印象が強い。ほどき入れると団子全体からこうほどいてくれるイメージ。ただこれってほどきじゃなきゃいけないのかなっていう気持ちもあります。どうなんだろうね。ちょっともう一回見たい。ほどき多分ね、今 50cc は入れてると思う。50cc 弱ぐらいかな。でもね、こういう変化が魚にどう影響するかって、やっぱ変化があった方が魚には絶対いいからね。多少の変化でも。だからそれは競技とかやる人も何百人って差を出して激渋の中で少しでもこう変化加えると、また人の差も生まれるわけだから、このちょっとの変化がどう魚に影響するのか、実調で試してみたいですよね。魚が口使うようになるかもしれないしね、いきなり。でもこの餌のばらけ具合だけ見ると、ほどきは本当にこう餌全体からボワッとこうばらけてくれる印象になるね。形状変化した時は本当にこうボワボワしてなかったじゃないですか、さっき。それがこうボワッとなるね。これがほどきを入れた団子餌ですね。はい。でも違いますね、やっぱり。次にセットの餌。ちょっとセットの餌にほどきをね、こう混ぜたらどうなるのかってやってみますか。ちょっと今回使用するのがつぶせん、そして爆風、吹雪。これをまず作って、ばらけ具合を見て形状変化してきた後にほどきを混ぜてみる。そのちょっとばらけ具合を見ていきます。まずはね、通常の状態、ほどきを入れない状態の餌を作って、そのばらけ餌を見ていこうと思います。はい。それではまずセット餌、ほどきを入れてないね、セット餌、ばらけ具合見ていきます。つぶせん、爆風、吹雪ね。それではまずほどきを入れていないばらけ具合ね。じゃん。つぶせんがバラ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 起こってるね。ちょっとまだね、本当に給水5分ぐらいしかしてないから、作りたてなんですけど、だから張り抜けもちょっと早いんだけどね。はい、もう一度いきます。ね、これがほどきを入れていない状態。はい。それではこれもまた、さっきの団子餌と同様、形状変化するまで放置をして、ほどきを加えてみたいと思います。それでは、形状変化したセットの餌ね。だいぶシパシパになってきたな。これもだいたい1時間弱置いてます。まだほどきは入れてないです。
そんなに変わんないね。でも直下畑だね、幕府も。まあ本当にね、掲示変化ってその日の天気、湿度、いろいろな状況で全然変わるからね。それじゃあね、さっきと同様、ほどきを加えていきます。まずちょっと手水を少し加えて、餌を調節して、餌をまず軽く調節して、で、まあここにほどきをね、適量、パラパラと入れていきます。だからこれ本当はね、浮きなじみとかを見ながらね、やるんですよね、実際。さっきと同じ量でいいです。だいたい 50cc ぐらい。いきます。ほどき、適量入れたバージョンね。やっぱボワボワするね、ほら。全然違うわ。ほら。ほら。面白いね。確かに、さっき微妙かなとかって言ったけど、ちょっと違うね。もう一回見よう。ちょっと違うわ。ほら、ぼわっとするわ。うん。明らか違いますね。まあだからこのほどきも最初から入れるパターンもさっきやりましたけど、最初から入れるよりもケージ変化した餌に追い足しして変化を加える餌に。それ、やっぱ一番その使い方がやっぱり推奨されてるだけあってベストで面白そうですね、これ使ってみて。すごく今、セットのばらけ餌見てて思いました。それじゃあ最後に、ちょっと僕の遊びでマッシュ餌にほどきを加えたバージョンをやってみようと思います。マッシュにね、ほどきを入れたらどうなんだろうってやってみます。これ皆さんに批判食らっちゃうかもしれないんですけど、僕が普段使ってるマッシュ釣りの餌を作っていきます。なので、実は特用マッシュ最近使ってないんですよ、僕。このベーシックのフレークマッシュっていうのをすごい好きで使ってます。なんでこちらをちょっと使います。ね。それにマッシュ団子を入れて、その後一応つなぎでグルテン入れる。それを混ぜて餌を作っていきます。それではマッシュの餌ですね。このね、フレークマッシュベーシックの結構ね、いいんですよ。もう全然去年とかも使ってるんですけど、練らなくてもそこまでね、しっかりとね、マッシュの餌できるんですよ。ガンガン練んなくても。じゃあまずね、ほどきを入れていない状態のマッシュ餌いきます。すごいまとまってんね。結構これいいでしょう。もうキョベラ釣りの餌ですね。マッシュポテト。しかも結構つけやすいですよ。餌も。ね、これ給水5分ぐらいなのにこんだけね、持ってくれる。結構強めにしゃくっても全然張り抜けしない。まあこういう餌なんですけど、これもケージ変化させてほどきをちょっと入れてみようと思います。じゃあちょっとこの餌も30分から40分、1時間弱ちょっとだけ放置したいと思います。いや、やっぱこれいいね、この餌。じゃあマッシュ餌をケージ変化加えたものにほどきを足してみます。多分これあんま変わんねえな、これ。
さっきよりもばらけなくなるだけだと思うんだよね。いきます。だよね、あんま変わんないよね。でも明らかさっきよりはばらけないね。閉まっちゃってて、グルテンも閉まっただろうし。うん。多分皆さんね、マッシュの提灯とかやるじゃないですか。しゃくりますよね。だから今ちょっと大きめにしゃくってますけど。まあでもやっぱりいい感じで、ケージ変化さっきよりはしてんのかなって思います。じゃあこれにちょっとほどきを入れていきますか。ちょっと分量が多いんですよ、マッシュだけ。分量が多いから少しさっきよりも多めに入れていきます。こんなもんかな。あとちょっと。はい、ほどきを加えました。あんまなんか合わなそうな気がするわ、これ。じゃあちょっとほどきをね、加えたマッシュ餌。どう変わるでしょう。これは正直わかんないっす。はい、これほどき加えたバージョンいきます。どうなんでしょう。あんまり変わんないかな。やっぱりバラケ餌、団子餌の方がいいのかな。ちょっとグルテンも入れて締まってる、完全にこうグルテンの粘り気のある餌に対してほどきを入れてもあんまり効果出ないかもしれないですね。ってことは底釣りの進化とかにもあんまり良くないのかな。それがもっと足した方がいいのかな。ちょっとこの現場じゃないところでの検証ではあんまりこのマッシュに対してのほどきって良くないですね。マッシュ団子、フレークマッシュ、グルテン、つなげてグルテン。ちょっとこの餌にほどきはあんまり僕的にっていう感じです。ちょっとこんな感じで、これは検証なんで、実際問題使ってみて、本当に使い込んでみてどうかっていうのは、それは人それぞれいろいろとあると思うんで、皆さんも、今やったブレンド以外、お好みのブレンドがあるんで、ちょっとそれと一緒に、いろいろとそれを使って楽しんでいただければと思います。それでは4月9日発売マルキュー新商品のほどきをですね、粉の状態だったりちょっと分離させて見てみたりとか、あとは団子餌、セットのバラケ餌、ちょっと遊びでマッシュの餌、そちらにこのほどきを足してみたりと、いろいろなブレンド、そしてばらけ具合を見てきましたけど、最初ちょっとほどき、ぶっちゃけねちょっと微妙かなと思ってたんですよ俺。もうなんだよマルキューさんも締めたりほどいたり忙しいねと思ってたんですけど、明らかにケージ変化した餌にほどきを入れたら変わりました。確かにそれは変わるよ、ケージ変化した餌に足し餌すれば。だってそれって今まで皆さんも朝7一本とかバラケマッハとかいろいろね、途中の餌に入れて変化させて釣ってってる人って多いわけじゃないですか。変わるわけですよ。そのまた一つのブレンドパターンが増えたっていう印象ですよね。なのでこのほどきこれから多分皆さん使っていってすごい釣れるよっていう人もいるし、微妙だよっていう人もいると思うんですけど、百聞は一見にしかずでちょっと使ってみていただいて、自分の武器になれば使っていただければいいし、やっぱ微妙だな、前の餌の方がいいなって言えばその餌を使えばいいと僕は思うので、一つの今回の動画っていうのは皆さんの一参考にしていただいて、いろいろと試行錯誤して皆さんもブレンド餌試していただければと思います。最初よりはほどきいいなって思いましたけど、正直別にこれじゃなくてもいいかなって今でも思ってます。半信半疑です、ぶっちゃけね。もうね、マルキューさん餌が多すぎて何が何なのか分かんないのよ。一つの
またプラスアルファの武器として皆さんもほどき使ってみてください。それではマルキュー新商品ほどきのレビュー動画でした。たまにはこういうのもいいね。実調しないでちょっと違うパターンで今回攻めてみました。よろしくお願いします。じゃあほどき皆さんもぜひお手に取って使ってみてください。